よいしょ。断然有利だよね、使ってて。分かるもん、違いが。もうね、花からね、もう X9 の期待しててね、これラクダマって何しろね、こうリールがね、ハイエンドのリール使ってんじゃないのにリールが軽い。リールがあれなんで随分これ軽く感じになっていうことは、水切りがいいんですよ、その細い部分。だからいつも使う3号と X9 の3号とはポンド数も違うし、太さも違うけど、K がね最近出してくれないんで分かんないけど、自分の手でこう触ってね、あ、やっぱ細いよこれっていうのは感じる。でその糸を使ったためにそんなにバテなかったね。バテなかった。でね、これもね糸のせいじゃないかと思うんだけど、当たりが頻繁に出る。P はもともとは浮くよって言うけど、結構ね浸水性っていうのかな、水に馴染みやすい。昔の糸と違うなっていうのは、投げても風を切っていくし、それ落ちるのが早いね。だからこれからはもう全部 X9 の糸使うといい釣りできますよってこと。あれカツオドリかな。ホールで食っちゃえ。だいたい30、ああいう鳥が立つと30メーターぐらいにいるんだよ、ああいう鳥は。お、来た。来た。何回も当たる。乗らねえ。なんだ、2回も当たったのに乗らねえ。カツオか。カツオかな。いや、まず船長が何メーターっていうのが一番大事だよ。その棚を自分で把握できるかできねえか。だから猟塾の人はこのシールペタッと横に貼ったって把握できるんだろうけど、スピニングの人貼んねえからさ。だからここにみんな貼ってる人いるけど、それでもボケちゃう。だいたい鳥がついてるところは上から、表層から30メーターで、背についてるやつは下から30メーター。いや、三好だとやりにくいけど、三好でやろう。来た。これ魚違うな。
マグロじゃねえ、マグロかな。マグロだ。マグロだけどちっちゃい。バレたか、バレた。外れた。来た。ちょっと下がるよ。これも大したもんじゃねえな。カツオか。ちょっと下がりてえな。潜んねえからカツオじゃねえの。姫路のちっちゃいやつだ。姫路のちっちゃいやつ。あ、バレた。バレちゃったまた。ちっちゃかった。やりにくいここは。ちっちゃい。カツオと同じぐらい。針を研ぎ直そう。しょうがねえな。完全に取れたと思ったのにな。甘いよ。後ろの人笑ってんじゃねえ。へっへって。黒潮の状況をこう予測を見ると、ずっとそこに黒潮の流れが変わんないで大蛇行が続いてる影響もあるのか、近年キハダがすごい回遊してるけど、ここで曲がって大島の方から北上しようとすると、昔は千葉の沖ノ線にぶつかってたのが離れちゃってから千葉の方では釣れない。でみんながカツオとかキハダを思う時に23度だよねとか言ってるけど、それは南の方の要するに潮の温度で、この辺だと水温の薬層があって、上は21度ぐらいで、下のそのちょうど水温薬層のところは18度ぐらい、その差のとこでもっと泳ぎ回ってる。だからそこに水温薬層の上下でもっと泳いでるから、ずーっと粘ってやんないと食ってこないね。ベイト追っかけてる群れとは違うね、今日の感覚はよ。だからこの糸使ったらサンゴ P サンゴですよっつっても本当は 2.5 ぐらいだで強い。細さが 2.5 で、だから釣り人有利だからさ。で今もうみんな糸がいいからね、板もリーダーもいいから、今まで考えられないぐらいのライトタックルなんだよ。竿も折れねえし、もうこれ使ったら他の糸使えないんじゃないかな。だから5号から上だと8ブレードも9ブレードでもさあないですよっていうやつ出ちゃうかもしれないけど、3号ぐらい使ってたらちょっと有利すぎる、釣り人がね。だから今沖縄行ってもさ、もう3号でマグロや八丈行ってもね、3号で、キャスティングは別でジギングだと3号がメイン
昔は4号5号でやってたから普通のこう体力の人は続かなかったけど、今楽だよ。その分竿も軽いし。今当たったな。来た来た。木肌じゃねえんじゃねえか。木肌じゃねえな。当たったなっつったらね、ボンと来て次のあたりあんな潜っていくカツ初めてだな。新しい釣り方として新しい釣りを覚える人は覚えた方がいい。いろんな技を持ってた方がいいわけ。見た目もね、ああいう釣り方はこうだよっていう解釈を持ってた方がいいんだけど、自分の頭の中に入ってるコンセプトはやっぱ竿を曲げてやりたいわけ。要するにでかい魚を取るためには竿こんなに曲がんだぞ、俺もこの野郎どうしよう負けねえこの野郎って言って格闘したいわけよ、魚と。それがうちのクラブビッグワンって言うんですけども、それのコンセプト、要するにウェーブだね、俺のウェーブ。それをやって自分でも過去に何回かそれやってもう腰持たねえっていうぐらいの大物とやり取りして対等にやって取った時の気持ちはもうこの上なく幸せ。魚は不幸だけど幸せで、また次やろう。もう目的としたらね、いつでも自分と同じ体重の魚かけたら取るぞっていう意気込みですよ。昔はね、男のロマン、これを釣るのが男のロマンだ、俺のロマンだと思ったけど、もうねそういうロマン持ってる人がいなくなっちゃったのよ。だから皆さんね、大きいのを取ろうっていうロマン持って、年と同じキロ数をマグロで答えを出すか、カンパチで答えを出すか、ヒラマサで出すかで大きいのを目指そう。これが男のロマンです。